こんばんは。はるけです。今回は TOTY 期間の相場について解説をしていきたいなと思います。今週金曜日からですね、ついに TOTY が開幕をする予定になってます。TOTY についてね、わからない方はですね、こちらの動画を見ていただければ嬉しいなというふうに思います。で、TOTY の期間、始まってから終わりぐらいにかけてですね、どういう選手の値動きになっていくのかっていうのを今回、紹介をしていきたいなと思います。もちろん TOTY は毎作あるイベントになってますので、前作のですね、その TOTY 期間の相場というか、メタ選手だったりコスパ選手だったりとかのその値段変動をですね、見て、今作もこうなるんじゃないかという風な、ところを話していければなと思います。じゃあそれでは早速いくつかのね、選手を見ていきたいと思います。まずはですね、バペですね。こちら金のエンバペになります。前作はですね、TOTY にもバペは選ばれていたので、この91の金カードはですね、配送停止されていたということになってます。ただですね、その TOTY 前でもですね、60、70万、60万あたりを保っていた、非常に強い、カードになります。で、前作はですね、20日かな ?1 月の20日から TOTY が解消されたということになっているので、そこからの値段変動を見ていきたいなと思います。まず69万からですね、ぐーっと値段が上がっていってます。配送停止っていうこともあるかとは思いますけれども、バペの需要ですね。TOTY のバペっていうもの自体、やっぱりなかなか当たりにくいっていうことも、あったと思いますし、TOTY でパック開封する方が、多くって、コインを手にする方が増えて、バペクラスの選手は上がっていて、60、70万ぐらいのこのバペのカードは上がっていったという風なことになってますね。でもこの160万とかまでグッといってるのは、これはわかりません。これは謎ですけれども、とにかく2月の14日、には81万を言ってて、12万ぐらいですかね、20日から上がっているという風なことになってますね。なのでまず金のバペは上がっているということになります。で、そして続いてアイコンのペレですね。98のペレになるんですけれども、こちらのカードを見ていくとですね、380万、非常にやっぱり値段が高いカードになります。本当に買える人がね、ほぼいないみたいな、そういうカードになるんですけれども、そのカードはですね、380万から始まって、若干 Y が始まってからアタッカーですかね、が配送されてから下がりはするんですけれども、そこからぐーっと持ち直して400万を超えて、2月の時点では450万とかまで上がっていったっていう感じになってます。で、またぐんぐん上がって480とか、500万近くまでいっていたという風な感じになってます。非常に値段が高い選手、価値があるカードはですね、このようにぐっと上がっているという感じになってますね。こちらも2月の9日490万なので、1月の20日から、比べるとですね、100万ぐらいですか100万以上か、上がっているということに、なるかと思いますね。非常にペレに関しては TOTY 前と TOTY 後で100万差があったというふうなことになってますね。で、そして続いてはバランですね。こちらウィンターワールドカードのバランになってます。バランも非常にメタ選手になります。特殊カードという風なことで、センターバックとして TOTY 前はですね、60万5000になってます。こちら20日からなので、こちら見ていきたいと思うんですけど、TOTY が始まって、ちょっと緩やかに上がっていって、1週間後の27日からですね、ぐっと、また上がっていったという風なことになってますね。75万とか、6万とか、というような感じに、なっていて、非常に需要が高くなっていったというカードになります。そしてビニシウスですね。このビニ、パストゥグローリーのカードになるんですけれど、パストゥグローリー、ワールドカップと関連したイベントのカードになってました。TOTY 前はですね、120万弱という感じになっていて、TOTY が始まってすぐではなかったんですけれども、こちらもビニシウスはですね、候補カードが出ていたので、このパスグローリーより強いビニシウスが出たという形になってます。それも踏まえて見ていくとですね、TOTY が解消されて、そこからもうすでに20万ぐらい上がってます。アタッカー配出の時にはもう20万上がっていって、一旦ちょっとね、120万、128万ぐらいまで
落ちてはしまうんですけども、またこう持ち直してですね、この1週間後かな、この27日から確か候補選手が開始されたと思うんですけれども、その中でですね、ぐーっと上がっていって、もう170とか180までいったという風な感じになってるので、こちらもビニシウス91の強いカード、このパストグローリーで強いカードが出たんですけれども、このパストグローリーのカードは上がっていった。180っていうことになってますので、20日から比べると、そうですね、60万ぐらい上がってますね。なんで、すごい値上がりをしたという風なカードになってます。で、そして続いてデンベレですね。こちらウィンターワールドカードのデンベレになります。デンベレは候補選手にとか選ばれるっていうこともなく、強化カードは TOTY 期間には来なかった、そういう選手になってます。ただ、需要が高くって強かった選手になるため、TOTY 前はですね、48万、50万弱ということになってます。で、こちらもグラフを見ていくとですね、こちらもぐーっと上がっていってますね。TOTY が始まってから、60万を超えですね、また70万近くまでぐーっといっていて、この2月かな、2月の10日、にはですね、もう70万をね、TOTY 後かな、終わって、デンベレの価格を見てみると、70万いっていたという風な感じになっているので、こちらも20日から比べるとですね、20万以上も上がっているという風な感じになってます。これはもう本当にやっぱりデンベレ自体強いカードで需要がある選手で、かつやっぱり先ほどね言った通り TOTY 期間でパック開封する人が多くって、それだけやっぱりコインがね、持つ方が増えたという風なことで、需要がより高まってデンベレが上がったのかなという風な感じですね。こういう40万台、50万弱の選手でも非常に強い選手、需要が高そうな選手であれば上がっていくという風な形になってますね。で、そして最後にファンダイクですね。こちら金のファンダイクになります。ファンダイクはですね、TOTY のカード前作選ばれてはいたので、ハイ選手にはなるんですけれども、ただ値段的にはね、6万7000と、非常に値段は安い方の選手だと思います。なのでこの TOTY の時にね、6万7000っていうのはコスパと言っていい選手だと思うんですけれども、その選手の値段変動を見ていきたいと思います。20日から開始をして、そこまでね、緩やかにぐっと上がるっていうこともなく、ちょっと上がり下がりを繰り返しながらですね、2月10日の時点では6万と、ちょっと下がってしまっているという風な感じになりますね。TOTY で配送停止されているにもかかわらず、ちょっとこう下がってきたという風なことを考えると、やっぱりこう少し今でも値段が安い選手というか、10万、20万、にも満たない選手っていうのは、そこまで急激に値上がるっていうことはなく、むしろちょっと下がっていくんじゃないかなというふうには思ってますね。この大工の、金大工の値段変動を見れば、そういうふうに、思いますね。これらのですね、前作の値段変動を見てみるとですね、今作もですね、やっぱりこう、メタ選手っていうのは上がっていく、ちょっと需要が高い選手だったりとか、今でも強い選手っていうのは、ある程度こう、値段が高まっていくんじゃないかなと思います。おそらく一番、今作の中でも、パック開封が行われるイベントにはなるかとは思いますし、それによってコインをね、手にする方っていうのも多くおられるので、その中でだんだん需要が高まっていくという風な感じになるかと思いますね。で、また逆にコスパ選手、安い選手っていうのは、だんだんもう代わりが出てきてしまうような状況。もちろん SBC とか、目標の選手でもバンバン出てくるので、取って代わられる存在にコスパ選手は、なっていって、値段は安くなっていくのかなというふうには思いますね。ただ、もちろんこれは前作の、グラフだったりとか、その値段変動には、なってしまいますので、はっきり絶対こっちやっていうのは言えないんですけれども、ただそういう風になる可能性は高いんじゃないかなという風には思いますね。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。